パート76始めていきましょう。今回は感謝祭で建築した高城部屋の隣の区画二の丸南側の建築をしていきたいと思います。天守が綺麗に見える二の丸南側です。この南側の内堀に沿って蔵を作っていきます。まずは骨組みから作っていきましょう。シーランタンが置いてある場所に柱を立てていきます。今回は高さ6マスで作っていきます。一番東側にあるこの蔵は12本の柱を立てて作ります。12本の柱が立ちました。短い辺の柱も立てていきましょう。短い辺の柱は1マスおきに高さ5マスでつなげていきます。こんな形で外側の骨組みから作っていきたいと思います。外側の骨組みが出来上がりました。というわけで次は屋根を支える梁を作ります。梁の高さは外側と同じく6マスの高さで作っていきます。この南側エリアの蔵は時代によって数も大きさも異なっているのですが、今回は本丸御殿が残っていた信州松本城の図を参考に大小5つの蔵を作成していきたいと思います。梁を支える骨組みも作っていきましょう。中央の梁は一段高くして作っていきます。内側には天井を支える柱を立てていきます。骨組みが完成しました。というわけで壁を作っていきましょう。外壁から作っていきます。まずは3段の壁を作っていきたいと思います。外壁が出来上がりました。内壁を作る前に土間となる床を作っていきます。床ができましたね。というわけで内壁を作っていきましょう。内壁も外壁と同じく白漆喰で仕上げていきます。内壁が出来上がったので外壁を仕上げていきたいと思います。天井を作っていきましょう。梁が見えるようにこの高さで天井を作っていきます。天井を支える梁がむき出しになっているように見えるように作っていきたいと思います。
蔵ができてきましたね。できてきたのですが、ここで一つ気づいてしまったことがあります。こうしてチェストを置いていく予定なのですが、ここに自動仕分け装置を仕込むことができるのではないかと思いまして、ホッパーを置いてみたいと思います。チェストの後ろにホッパーを置いて、漆喰で隠していきます。ホッパーが見事に隠れましたね。装置を作る準備をしましょうか。このチェストにつながるように、まずは回収装置から作っていきましょう。ホッパーに水を流せるように回収装置を作っていきたいと思います。仕分け装置のホッパーをつなぐときに地表に出ないように少し掘った場所にドロッパーを置いて回収装置を作っていきます。ドロッパーに物が入ったら上に射出する装置を作っていきます。前回の庭湖でも作成した装置ですね。詳しい仕組みは前回の動画を参考にしていただけたらと思います。簡単に解説すると、ドロッパーに物が入ったらドロッパーに信号を送る装置です。回収装置につながる形で仕分け装置も作っていきましょう。これでトーチの上のホッパーに信号を伝えます。信号が出ている間はホッパーは動かなくなりますので、トーチへ信号を伝える仕組みを作っていきます。トーチに信号を伝えるブロックの後ろにリピーターを置きます。リピーターに信号を伝えるレッドストーンを置いていきます。仕分けをするホッパーから信号を取り出すコンパレーターを置いておきましょう。これで仕分け装置が完成しました。仕分け装置に物を流すホッパーを置いていきます。ここで一度試運転をしておきましょう。ドロッパーから石が射出されていれば成功ですね。ちゃんと射出されていましたね。これで自動仕分け装置の完成です。ここで仕分けをしてドロッパーに物が流れる仕組みが完成しました。このまま作るとホッパーが地表に出てしまうので、高さを一段下げて作り直していきます。ちゃんと事前に調べておかなきゃダメですね。ここで今回作成する仕分け装置の解説を少しだけ。今回はシンプルな1段の仕分け装置を作っていきます。2段のものに比べると小さいですよね。以前作成したのがこちらの2段仕分け装置です。詳しい作り方や仕組みはパート34で詳しく解説しているので、そちらを参考にしてみてください。こちらの仕分け装置、物を入れると41で止まります。下のレッドストーントーチまでの回路が長いからですね。つまり41個使えない資材が溜まってしまうということです。その代わり1段下も同じ位置でチェストを置くことができるので、2段重ねた状態で仕分け装置ができます。今回作成した仕分け装置は1段で並べていく形になります。
レッドストーントーチまでの回路が短く、二段仕分け装置よりも無駄になる資材が少ないのが特徴です。ホッパーに残るのは18個ですね。仕分け装置からさらに回収装置を使ってチェストに格納するので、今回は無駄になる資材が少ないこちらの装置を使って作っていきます。蔵1つ分の仕分け装置が完成しました。今回はこの仕分け装置のメンテナンスができるように通路を作ります。回収装置と仕分け装置の間に隠し通路のような通路を作っていきたいと思います。メンテナンスできるように仕分け部分を開けて丸石で装飾していきます。これで仕分けのためのホッパーだけが見える状態になりました。通路全体を同じような形で作っていきます。隙間から奥が少し見えてしまうので、装置の内側も丸石に変えていきます。トラップドアで蓋をしていきましょう。この隠し通路の出入り口を作るために通路を伸ばしていきます。出入り口がつながりました。隠し通路から外に出れるようにしておきましょう。はしごで上り下りする形で作ります。装置が完成したので床を埋めていきましょう。今回はシンプルな内装にしたいので内装から作っていきます。チェストを置く場所にゴザに見立てたウールを置いてチェストを置いていきましょう。内装が完成しました。というわけで屋根を作っていきます。まずはたるきからですね。偶数幅なので向かい合わせになるようにたるきを作っていきます。たるきが完成しました。屋根を作っていきましょう。石レンガで瓦葺きの屋根を作っていきます。一番上の部分は厚くしておきましょう。仕上げに飾り棟も作っていきます。建屋が完成しました。建物を囲う犬走りを作っていきます。入り口がある部分には踏み石を作っておきます。入り口部分にあるひさしを作っていきたいと思います。
ひさしが完成しました。扉をつけて入り口の完成ですね。同じように他の入り口も作っていきましょう。蔵の前を舗装していきます。1棟目の蔵が完成しました。同じように他の蔵も作っていきましょう。パート76、蔵を作る、いかがだったでしょうか。今回は信州松本城の図に記載が残る5つの蔵を作ってみました。というわけで、最後に仕分け装置の挙動を確認しておきましょう。二の丸南側への通行を管理する番所、この奥の畳の下に隠し通路への入り口があります。トラップドアを開けると仕分け装置のメンテナンスができるようになっています。ここで仕分けしたいアイテムと棒をセットすることで仕分けできる仕組みです。地上に戻ってきました。先ほどセットした仕分け装置は真ん中の大きい蔵用なので、その隣の小さな蔵に向かいます。ここのチェストに資材を入れることで仕分けがされます。早速木材用の蔵へ向かってみましょう。装置を作った時のゴミが混ざっていますが、ちゃんと仕分けされていますね。これで今後はここに木材を保管していきたいと思います。改めまして、パート76、蔵を作る、いかがだったでしょうか。久々に大規模な装置を作りましたね。次回はこの先、西側エリアの建築を進めていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。